皆さんこんばんは。フォーラマイトプレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。今週は3回にわたりスペシャルゲストとして元読売ジャイアンツの選手で労働組合日本プロ野球選手会を立ち上げ初代会長を務めた中畑清さんをお招きしております。そしてその選手会設立のノンフィクション労組日本プロ野球選手会を作った男たちを書かれた木村幸彦さんにも参加していただいております。労組日本プロ野球選手会初代会長中畑清氏日本プロ野球の未来を大いに語ると題して定談を行った模様をお送りします。エピソード1は労組選手会40周年を振り返る設立時の苦労とやり残したことです。それではどうぞ。玉木のスポーツジャーナリズムは今日は特別ゲストで素晴らしいゲストをお招きしております。元読売ジャイアンツの選手として大活躍されて、その後 DNA、横浜ベイスターズの監督として、またアテネオリンピックの時の日本代表監督を長嶋茂雄さんに代わって引き受けられたという履歴の持ち主の中畑清さんです。中畑さん、はいはい、久しぶりです。よろしくお願いします。今日は本当にお久しぶりです。お久しぶりですね、本当に。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私も中畑さんには読売ジャイアンツで新人の時にインタビューさせてもらったり、そうなんですよ。玉木さんがね、まだその白髪のね、ひげでない時でしたよ。そうですね。黒いひげだった時ですよ。ありがとうございます。でも本当はなんか、古いお付き合いと言いますかね。もう本当ですね。半世紀近くなりますね。そうですね。私も巨人の取材はたくさんさせていただいて、巨人からも何度も叱られて、出入り禁止にもなりまして、ということもありましたんで、中畑さんにも本当、近くで何度もプレーも見せていただきました。今日中畑さんに来てもらったのは、労働組合、日本プロ野球選手会の労働組合を、中畑選手が、作られた。それから40周年ということになって、そのことをノンフィクションライターの木村幸彦さんが一冊の本にまとめられたんですよね。で、この本にまとめられたことがきっかけで40周年ということで、中畑さんにこの番組出てもらえないかなと思っていたら、木村さんが、コーディネートをしてくださって、中畑さんの出演となりました。本当に今日は木村さんにもネットオンラインで、参加していただいてます。木村さん、こんにちは。今回はコーディネートありがとうございました。いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。これからまたよろしくお願いします。そして、中畑さんとは本当懐かしい再会もコーディネートさせてもらったという感じになりますが、中畑さんもよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。実はその中畑さんとは古いお付き合いだと言ったものの、プロ野球選手会が労組になる、労働組合になるということことを動いておられたとき、私、恥ずかしいことに全く知りませんでした。本当に1985年に労働組合が公式に認可されたと。その前の年、1984年から中畑さん、陰でって言ったら失礼かもしれないけれども、労働組合になるようにずっと動きをされていたわけですね。そのあたりはいかがでしたか？はい。いや、もう、本当に、秘密にしながらの、表に出せない内容だったんで、そうですね。活動していることとか、そういった面に関して報道に出るとか、いうことは、なるべく避けようということで、圧力のかからないような環境づくりの中で活動しましたんで、知ってる人はほとんどいないと思いますよ、逆に。
ああ、そうか。そしたら私も知らなかったっていうのは、あまり恥ずかしいことでもないということになるわけですね。そう思っていただいて結構だと思いますあ、よ。そうですか。ええ。その、物知りい博士の玉はい。木さんが知らないんだかいら。やだからそんな、ありがとうございます。えそれでその労働組合にしようというのは、かつてもそういう動きあったんですね。何か稲尾さんの時、稲尾別所ピッチさんね、ャーと、なんか別所さんの時であるとか、先輩方が、はい、野球界の状況っていうのを、あまりにもひどいんだということで、はい、立ち上がった時はあったんですけど、はい、結局、機構側の圧力に、えーおお押しつぶされたっていうんですかね。はい、はい。それで、閉ざされた世界にまた入ってしまったという感じですよね。なるほどね。そういう労働組合を中畑さんが立ち上げようと思われたのは何かきっかけみたいなのがあったんでしょうか？いや、もう常に待遇改善というのは頭の中にありましたから、あまりにはい、も、選手会の弱さっていうんですかね、はい、権利のなさっていうのが、はい。無能な団体だなっていうのあをあ、感じていたもんですから、はい。もう少し対等な対応をしてもらえる環境っていうのはないものなのかと。なるほど。いうことをね、常々ずっと考えていたところに、やっぱり組合という組織が出来上がれば、待遇改善から野球界との接点というのは、機構側との対等なテーブルにつけるんだというこはい。とを教わりまして、そなるほど。の組合化させなきゃいけないんだという使命感が生まれたんですよね。ああ。でもまあ、使命感というのは本当、私も今でこそ納得するんですけれども、はい。その当時その話をお聞きしたら、多分ね、プロ野球選手っていうのは結構高額の、なんとか年俸をもらって、はい。豊かな生活をされている方なんじゃないかと。そのはい。人たちが労働組合なんか作る必要はないんじゃないかってふっはい。と思ったと思うんですけれども、はい。そのあたりはいかがなんですか？いや、それを一番考えたのが、はい。待遇改善というところのレベルの低さっていうところをまず、まあ、世論に知ってもらいたいというのがあったもんですあから、あ、はい。ですから、密かに、マスコミを通してでも、発表するときには、それを全面的に、理解してもらおうとないうことるほど。を最初にやったんですよね。ああ、なるほど。えということは、徐々に知らせていったりしたら途中でおかしくなっちゃうから、はい。実はこんなにおかしいので、これの労働組合をどんと作ったんだよっていうことを、もう押し出さなきゃいけないっていうので、まあ、言ってみれば秘密裏に動かれはい。ていたというはい。ようなことでよろしいんですかね？そう、治療院に認めてもらえるまでは、秘はい。密裏にことを進めていたという、まあ、隠密検視みたいなもんですよね。ああ、そうですか。裏の世界で動いていたとなるいう感ほど。じで、密かに動いていましたけど、でもはい。選手会全体に選手にそれを理解してもらおうと思うのは非常に難しいことだったんで、おー。その地位改善って待遇改善するためのはい。元になるものっていうのが置かれている立場っていうのを理解してもらうには本当にちょっと方法としては動く人数も少ないし時間がかかおー。る仕事でもうん。あったわけですよ。だとからいうこと、はい。ということは、選手の間でもやっぱり労働組合に対する認識というのは、はいはいまだまだ生まれていなかったというような状況だったんですかね？そういうことですね。ああ、でもそれで、それに時はい、間をかけて理はい、解者を増やしていくっていうところの作業っていうのを結構時間をかけながらやったんで、なるほど。根回しとしてはまあまあうまくいったかなという感じはしますよね。なるほどね。はい。なんか木村幸彦さんの本によると、中畑さんが一塁を守っていたときに、相手チームの選手が一塁に出てきたら、おい、労働組合のことと言って喋りかけられるんで、その選手があんまりにもその話をされると嫌なので、二塁へ盗塁していったというような話があったっていうのは、これは本当ですか？笑われておられるけれども。いや、それは
おそらくヤクルトの選手だったと思うんですけど、はいはい。そういう嫌がらせみたいな気持ちに脱会した後ですよ。ああ、そうですか。失礼流れの中でしました。言うと、はい。ヤクルトが脱会した、そうしましたいうね。チームだったんで、そのはい。選手に対してはまた戻ってこいよとか、そういうあ話しかけて、あ、はい。一塁にいるのが嫌なんで、セカンドに盗塁なるほど。したとかね。それ木な村さんがね、結構え面白く作ってくれたんですえ。よ。そうですか。木でも、村さん、どうですか？えはい。木村さん、いいや、かがですか？都市伝説のように言われてたことああ、ですそうですか。よね。はい。いや、それはね、今日またこのテーマでお話になるときに、はい。開幕の前日にヤクルトが選手会を脱あ、退すると。なるほど。まあね、もう激震が起きるわけですよ。はい。で、まあ、この時のね、中畑さんの心境を、しかも現うん。役のプロアスリートが、開幕の前日にこういうある種の揺さぶりをかけられると。はい。これ大うん。変なことだったんじゃないかと思うんです。で、うん。実はですね、まあ、これも今日の大きなテーマになるかと思ってたんで、はい。少しお話ししたいことが一個あるんはい。はい、ですけど、どうぞ。まあ、中田がそういう形で江南真空、現役時代、まあ、1年間ね、隠密検視で、しかもこのはい。時ご自身の成績もちょっとやっぱ落ちるわけですよ。それは当たりはい。前はい。ですよね。こういうことしてうん。たわけですから。で、85年の12月にまあトロイが認定してくれたと。はい。ところが東まあ、京都の労働組合のあれですね。そうですね、はい。労働委員会ですね。委員会、はい。で、これでまあ、要望から要求できる。で、きちんと向き合わなくてうん。はいけないと。労働三はい。法によってですね。はい。で、それがまあ、ヤクルトが、いきなり抜けます抜けた。ということはい。で、で、昨日、いや、土曜日か。ちょうど私、大阪に行ってました。大阪の龍翔館書店というところで、はい。これ、店主が元シンクロナイズスイミングの日本代表だった、二村さんという方なんですけど、おー、はい。ここで田尾康さんとのこの本のトークショーをちょっとやってきたんですね。あ、なるほど。タオさんというと、楽天でも、はい。監督を務められたりとか、そのはい。前に、中日、ドラゴンズから西武ラはい。イオンズへ移されたはい。時に、ちょっとあはい。まりにも球団に文句を言い過ぎたので、西はい。武へ追い出されたということがあったというはい。ふうに、聞いはい。ておりますが。はい。はい。これもですね、まあ、田尾さんが選手会の会長として、はい。駐車場を選手とファンと分けてくれとか、おー。これむちゃくちゃですね。当時の名古屋球場は、ファンと選手が同じ駐車場に入れられてたんで、試合の後に殴られたりとかね、はは。酔っ払いに絡まれたりとか、はい。まあ、そんなことがあって、そういうところから選手会としての要求を上げてたんですけど、まあ、まさにまだ、組合になってなかったので、なるほたど。だただタオさんが一方的に、しかもうん。今頃ですよ、1985年1月の24日だったかな。はい。今じゃ考えられないです。キャンプの1週間前にトレードっていう通達をあ、されそう、て、そうでした、そうでした。私、そのね後、西武ライオンズに行かれたタオさんに取材したこえ、うん、とを覚えてます、今でうも。ん、ううん。ん。で、まあ、そういったことで、まあ、タオさんともトークしたんですけど、そはい。のイベントを見ていた、オンラインで見ていた方がいらっしゃって、その人がね、こういう発言を送ってくれたんですよ。中畑さんがまあ労働組合を作った時のこはい。とですね。で、その読者の方は、私は中学生の頃からスワローズファンでしたが、プロ野球労組が出来上がった頃、ヤクうん。ルト選手会だけが参加しなかったことがとてもショックでした。うん。当時、スワローズ応援団から中畑狙え藤尾、多分これ、鷲見さんのことだと思うんですけど、はい。そういうコールが起きたときは悲しかったです。あスワローズファンをあ。やめようかと思いましたが、うん。その後、ヤクルトも加盟して、古田うん。会長の時にストライキを決行して、あんなにファンはうん。じめ国民に支持されたストライキに感動しました。うん。うん、なるほ私もど。職場でユニオンをやってますのでということで、あまあ、ヤあ。クルトファンの子がね、こうないうるほど。ことを送ってくれたんですよ。だからはい。中畑さんに対するヤクルトファンからの、まあ、誹謗はい。中傷というのもあって、まあ、うん。この子はとてもそれを悲しく思っていたということうん。ですね。うん、なるほどね。ああ、そういうこともあったわけですね。中畑さん、今の聞かれていかがですか？それこそ、いや、ヤクルトスワローズの選手たち思い出しが、ましたね。ああ、そうですか。ヤクルトスワそのローズの時の、開はい。幕前夜にね、はい、開幕前夜に。角選手会長がはい。悲しそうな顔してね、はい。部屋を訪ねてきてね、
はい。私ちょうど合宿してたんですよね。ちょっと開幕前の前日、はい。はい。ホテルで。で、そのホテルの部屋を訪ねてきた隅がね、はい。すいません、中川さんっていう話から、撤回させてくださいと。はい。分かった。お前、おそらく球団から圧力がかかったんだろうって。で正直なうん。話してくれてたの。なるほど。そしたら、藤尾がね、ちゃんと、その選手として辛い立場のまだ理解してないんですよね。組合はい。がそういうことを守るために作ったんだぞということを理解してないんですよね。そのために団結力が必要なんだということを理解していれば、球団と戦うことができたんですけど、はい。そうじゃなくてもまだ弱いもんだという、君たちなんかいつでも首切れるんだぞと、頭ああ、ごなしに言なるほど。われた。それが全員、オーナー直属言われたっていうことうん。もね、全部話をしてくれたんですよ。おー。だからここでことを荒立てて、彼らにも迷惑がかかる、選手にも迷うん。惑がかかる騒ぎを起こしてはいけないと思って分かったと。うん。それで立ち上がってくれたのは、その後に尾花が必ずはい。3ヶ月後にはヤクルト球団は選手会に復活しますから、時間をくはい。ださいと。本当おー。に男気のある言葉をいただいて、うん。それで、我慢すると、ことをおー。起こさないで、大げさにしないで、水面下でヤクルトも動いて、それで半なるほど。年ぐらいかな、1年近くかかって復活してくれたっていうのは事実なんですよね。いやー、それは素晴らしいというか、私自身、ヤクルトの選手会が労働組合から脱退したとはい。いうのを聞いたときに、中畑さんが怒られませんでしたよね。怒りませんでしたよね。何やっもてんだ、これ、そんなので、ということを、中畑さんはどっちかというと、激高するんじゃないかというふうにも思ったんですけれども、その時にやっぱり、これは我慢する時だというふうにはい。判断されたんでしょうか。そうはい。ですね。今ことを改めてやることによって、プラスになるメリットはほうん。とんどないなと。それよりああ、なも、るほど。12球団がうん。足並みを揃う形が取れるんであれば、そちらを選択しなきゃいけないだろうと。そのなためには我るほど。慢が必要だというふうに判断しました。うん。ああ、そうですか。中田さん、バッティングよりもよっぽど我慢が効いた時だったわけですね、それは。もう、バッティングはね、キョロソの清って言われましたからね、いやダボ外れのようにね、来たボール飛びついていきましたからね。であ、も、でもその時に、ちょっと話戻しますが、トはい、ロイから公認をされて、正はい、式な労働組合として認められて、はい。それによって、球団側と正式に交渉ができるようになったわけですね。それ前も、から交渉はできてるんですよ。たあ、なるほど、はい。一方的な、その認可をもらえたり、はい。OK がもらえるっていう話し合いっていうのはほとんどできなかったですよ。一方通行でお願いはすおー、るけど、分かうん、ったと言って、うん。それが現実になっていくっていう交渉事はほとんどないんですよ。あ一方通あ、行で終わりなんですよ。お願いするけうん、ども、現実にはうん。成果が上がらないという、そういう世要するに、界でしたから。球団側もそれに対して認める必要も義務ない。も何もなかったわけですはい。ね。それは統一契約書がある程度、もうほとんど機構側の領分の中に我々が雇われている商品でしたから。ああ、なるほど。人間として対応してもらえる内容の統一契約書の内容がほとんどないんですよね。一ああ、方通行なんですよね、そうか。統一契約書そのものが。うん。その統一契約書についても私、それこそ木村さんの本で初めて知ったんですけれども、はい。GHQ から言われて、はい。統一契約書が出てきたと。それはい。までは統一契約書すらないようなはい。プロ野球の状態だったということなんですよね。はい。それ木村さんどうなんですかね、その統一契約書っていうものは。1900だから50年代ですよね、日本もはい、そうプロ野ですね。球ができて、で、はい。きちんと整備しようと、で、その時にまだ GHQ の支配下、日本はまだ独立国になってない時に、はい。メジャーリーグのものをじゃあ参考にしようと。うん。で、それをそのまま翻訳されたのが統一契約書なんですが、そもはい。そもその本家のメジャーが、はい。これもだからね、玉木さんにもお話しましたけど、60はい。年代ぐらいまでは、はい。選手の権利はほとんどなかったんですよ。なるほど。
もう飼い殺しのような状態で、60年代からメジャーの選手会っていうのは、もう労働組合としてブイブイ言わし出して、今ではね、はい。本当に世界、最強の労働組合と言われてるんですけども、そうですそのね。当時のものですから、もう選手の権利といえば、統一契約書に1回サインしてしまえば、あとはもう辞めるぐらいしか権利がなかったという、なるほそんな形の、まあ、よく、これはメジャーの人たちが言ってた、あれはもう奴隷契約だと。ど。はい。はい。電話一本で、365日、いかなるそのイベントでも行け。今でこそ、それこそ中田さんたちの時からですよね、このオフシーズン、11、12月はもうとにはい。かく、オフ休みがシーズンというのは、取れるというこはい。とに、それまではもうそれもなかったという時な代ですよなるね。ほどね。まあ、そういうふうにして、アメリカのメジャーの方も、最初はそれこそ今、木村さん言われた奴隷契約のような契約書があったというのが、1966年にマービン・ミラーという、まあ、弁護士の人が、思い切り組合を作っていくわけですよね。ただ、MLB の強力な労働組合に比べて、私びっくりした、ある意味でびっくりしたのは中畑さん、はい。日本の労働組合、選手会労働組合は全部選手が動いてやってますよね。はい。これはすごいことですよね、考えてみたら。アメリカのメジャーは、弁護士の方がどんどん入ってこられて、うん。専門的な人がやっているんですけれども、選手はい。会の人が、選手がやっているっていうのは、これは誇るべきことじゃないですか、中畑さん。でも、アドバイスを受ける時の作り上げるまでは、はい。弁護士の方はいらっしゃったんですよ。あ、なるほどね。はい。はい。それで、うん。今いない世界が続いてるんですよね。はい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 。選手会の選手の事務局みたいな感じではい。動いている、専うん。門職の人が在籍してないっていうあ、ことが今の状態なんですよ。なるほどね。はい。ただ、だからそこで、はい。もうちょっとその組織力を上げていくためには、専門職で弁護士という、専門職の人がついてくれるっていう形を取っていかなきゃいけないでしょうね。なるほどね。まあ、はい。それは当然のことだと思いますはい、けれども、今の時代。それで労働組合が出来上がったところで、最低年俸とかがこう切り上げ、アップされたりとかっていううん。ことで、中畑さんだいぶ働かれたわけなんですけれども、うん。中畑さん自身が、まあ、二代目の方に、労働組合の、まあ、会長を継がれる、その時にやり残したこととかっていうのは、今でも思ってられることはありますか？では、現実にやりたいことっていうのは、今、FA 制度とかはい、確立されてますけれども、はい。そういった形になるもの、あの頃は夢を追う世界を作りたかったもんですから、ああ、清原とか、はい、何年か後に、好きなところに行きたいとか、入れなはい、かった夢を自分が入りたかった球団に入れないとか、そうはい。いうのが身近にすごくジレンマがあったんですよね。なるほど。その、要するにだから最初に、日本はい。独自の FA 制度を作りたかったんですよ。あ10年選手制度という、あ、はい、日本語で は FA い。制度じゃなくて10年選手制度み10たいなも年選ので、手制度でそれがあり7ましたね。年でもいいんですけど、はい。そうやって日本に独自にある FA 制度を作りたかったっていうのは、そういうことにやりたかったことはそれだったんですけど、うん。まあ自分が在籍して、選手会長の時代にはそれを作りきれませんでしたけど、うん。そういう夢を持って組合を作ったのがありましたね。なるほどね。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムはスペシャルインタビュー労組日本プロ野球選手会初代会長中畑清氏プロ野球の未来を大いに語るのエピソード2選手会40周年を振り返るストライキ東日本大震災 WBC です。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。